こんにちは、萌えです。今日のテーマはないを使いこなしてみようです。今日はないについてこんな順番でお話ししようと思っています。一つ目、ないって何？二つ目、私が昔読んだ漫画について。三つ目、ないがたくさん出てくると混乱する。四つ目、遠回しな表現。五つ目、頭が混乱しないコツ。今日は否定文をたくさん使います。ちょっとした頭の体操の回です。皆さん考えながら聞いてみてくださいね。では早速一つ目。まずは基本の確認です。ないはどんな意味かわかりますか？ないの基本的な意味はシンプルな打ち消しですよね。つまり否定です。例えば行く。この動詞にないをつけると行かない。つまり行くを否定します。食べるは食べない。食べるを否定します。あるはない。このように変化しますよね。形容詞や名詞にもないをつけることができます。本ではない。綺麗ではない。可愛くない。など否定の意味になります。ここまでは初級で勉強する簡単な内容ですよね。では、ちょっとここで私が昔読んだ漫画についてお話しします。私が小さい頃に読んだロマンサーズという漫画についてです。この漫画の主人公はある能力を持っています。なんとかなんて嘘のように嘘という言葉を使うことで嘘の前に言ったことが嘘になるという話です。例えば、日本語が下手なんて嘘。この文章はどういう意味でしょうか？ここでは日本語が下手という内容を嘘と言っています。ちなみになんてというのはなんての前に言ったことについて軽い気持ちで言ったりとか謙遜したりとか驚きの気持ちを表すような文法ですね。つまり日本語が下手なんて嘘は日本語が下手ではない。つまり日本語が上手ということになります。嘘とかないのような否定の意味があるので反対になるわけですね。ここまでご理解いただいているでしょうか？では少しだけ複雑にしていきましょう。日本語が下手なんて嘘は日本語が下手じゃない。つまり日本語が上手でした。では日本語が下手じゃないなんて嘘って言ったらどういう意味になると思いますか？日本語が下手じゃない。つまり日本語がうまいのが嘘になるので日本語が下手ってことになります。まだ混乱してないですか？大丈夫ですか？日本語が下手じゃないなんて嘘では下手じゃないという否定、嘘という否定、否定が2回出てきましたね。例えば空を飛べないなんて嘘って言ったら空は飛べますか？飛べませんか？どちらですか？空は飛べますよね。愛してないなんて嘘って言ったら愛してますか？愛してませんか？愛してますね。どうでしょうか？否定と否定2回出てくる時の感覚がすぐに出てくるようになりましたか？この漫画、私が最初にハマった漫画です。何々じゃないのは、じゃないの嘘は何？みたいにトリックとして考えながら読むのが面白かったです。このようにないや否定語をたくさん使うことで、つまりどっちなのと混乱してしまうことがネイティブでもよくあります。私も今話しながら、ちょっとあれこれ言ってること正しいよねって思いながら話してたりします。何々ないのは禁止とか、なんとかしないのはダメとかも同じですね。ではここからは二重否定という話をしていきたいと思います。
日本語の遠回しな表現についてです。日本語が下手じゃないなんて嘘は下手だという話をしましたが、ないとないを2回使うことによって微妙なニュアンスを表現することができます。皆さんが日本語ネイティブと話しているときにこんな言葉を聞いたことないですか？いけなくはない。こちら、いけるのかいけないのかどちらだと思いますか？では、こちらを分解してみましょう。いけないは行くことができないということですね。いけるの反対はいけない。いけないの反対はいける。2回ないがあることによって元の意味に戻ります。なので、先ほどのようにシンプルに考えると、いけるという意味になりますよね。ただ、実はこれストレートにいけると少し意味が異なります。いけなくはないは2回否定があることによってはっきりと 100% いけるに戻るのではなく、いける可能性はあるぐらいの意味になります。他の例として、バラエティを見ていてどうだったと感想を聞かれて、面白くないことはない。これはどうでしょうか？分解してみましょう。面白くないで面白いの否定です。それをさらに否定しています。面白いの反対は面白くない。面白くないの反対は面白いです。つまりこれは面白いということになりますが、同じように 100% 面白いと戻るのではなく、ことはないを使うことにより 100% 肯定ではない、 100% 面白いわけではないというのを伝えています。日本人は強く言い切らない言い方が好きなので、ネイティブと話すときはこのような表現よく聞くのではないでしょうか。ここまで頭の体操お疲れ様でした。皆さんはこのような表現をよく使いますか？聞きますか？最後に、このようなないがたくさん出てくる場合に混乱しないためのコツをお伝えします。これは練習あるのみなんですが、否定が出てきたら言葉をひっくり返す。2回目ひっくり返すときは 100% ではないと覚える。ただこれだけです。ひっくり返すことができるオセロやコインなど表裏のあるものを思い浮かべるといいかもしれません。1回目ならそのまま否定。2回目ならまた戻って肯定。ただし2回目は完全に戻るわけではないというのを覚えておきましょう。他にも否定の意味を持つ非や無などが出てくるときは注意しながら聞いてみてくださいね。否定は難しくないことはないですが、理解できなくもないですよね。ネイティブでも混乱することがありますから、少しずつ慣れていってくださいね。今日の動画は分かりましたか？分からなかったですか？分からなくもなかったですか？今日の動画が役に立ったと思ったら、いいねやチャンネル登録お願いします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。